この動画ではロジクールのトラックボールを紹介します。パソコンの入力装置といえばマウスだと思いますが、トラックボールというものもあります。パソコンショップなどの店頭で見本を触っていても、実際の画面と組み合わせてみないと使い勝手が良いかわからなくて、興味はあるけれど使ったことがないという方も多いかと思います。またマウスと比べると値段も少し高いものが多いので、なかなか手が出しにくいかと思います。そんな不安を解消していただくために、この動画が参考になればと思います。今回ご紹介するのはロジクールの MXL5 です。ボール以外の基本的なボタン配置はマウスと同じです。この2つのクリックボタンの他に進むと戻るというボタンや、あとはスクロールホイールがあります。それから中央のスクロールホイールの手前にボタンがついていますけれど、このトラックボールは2つの PC で共有することができるようになっていまして、スイッチを押すことで1番と2番とを切り替えることができるようになっています。それから左側についているボール、これがカーソルを動かす役目を果たすボールとなります。使い方はこのように上から右手をかぶせた状態で、親指でボールをぐりぐりと動かします。これによってマウスポインターが動きます。それで今これ、今下にマウスパッドを置いてますけれど、実際にはこうマウスをのように動かすわけではないので、マウスパッドを別に引く必要はないです。通常の光学式マウスの場合ですと、机の上が、透明だったり、透明なシートを置いてたり、ガラスのテーブルだったりすると、使えないので、そういったところでもトラックボールを使うことができるというのはまた一つの特徴かと思います。また角度を変えられるようになってまして、水平な状態から右側に、斜めに倒すことができるようになっています。このようにして使いやすい状態を得ることができます。ではちょっとここから外観を見ていきます。これは左側からの見た図です。で、真正面から、それから、右側からと見た様子になります。次は、付属品を紹介します。USB のケーブルがついています。このケーブルなんですけれど、マウスとして接続するためのものではなくて、充電専用になっています。一度充電すると4ヶ月ぐらいバッテリーが持ちますので、ケーブルなくさないように注意が必要です。それからパソコンとの接続は、基本 Bluetooth になっていますけれど、Bluetooth がないパソコンのために、USB のレシーバーも付属しています。小さいものですので、使わない場合はなくさないように注意が必要かと思います。親指で、ボールを動かすことで、カーソルを動かすんですけれど、細かい制御がしたいという時のために、ボールの右側にボタンがついています。このボタンをついて、ランプがつくと精密モードと言いまして、カーソルの動きが、ゆっくりになるというモードになります。でここのボタンを押すと、もう一度ランプが消えて通常モードに変わります。また押すとついて、でもう一回押すと消えるというふうになっています。このようにすることで、微妙なマウスカーソルの調整といったこともできるようになっています。では例えばブラウザの画面を操作してみます。通常のマウス操作、トラックボールぐるぐる回すと、マウスカーソルが動きます。で、これをプレシジョンモードにしますと、マウスの動きがゆっくりになります。このまま、でこれによって微調整することができます。で、モード解除しますと、また、早く動かすことができます。あとトラックボールの場合ですけど、マウスみたいにこう腕を動かす必要がありませんので、一旦机の上でポジションを決めてしまえば、そこからは、腕を動かすことは必要がないので、腕の疲れは、少なくて済むというふうに思います。で、あと、このボールの動かし方ですけれど、最初はちょっと慣れるまで、ちょっと最初戸惑うところもあるかと思いますけれど、慣れてしまえば、マウスと、同じかそれ以上に使いやすくなると思います。ちょっと難点を挙げますと、
この、マウスの、左右のクリックボタンなんですけれど、ここが、静音タイプではなくて、カチカチ音がするものですので、ちょっと静かなオフィスだったりっていうところでは、ちょっと使うときに気になるというのがあるかもしれません。ここが静音タイプのものがあればいいのになというふうに思います。はい、ロジクールのトラックボール最上位機種 MX-Ergo の紹介は以上になります。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。またブログの方でもこのトラックボールを紹介していますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。